はい、こんにちは。ウィックスあやみです。今日はですね、在宅ワークのメリットとデメリットについて解説したいと思います。在宅ワークですね、今ね、すごくコロナの後でね、流行ってきてると思います。あなたもその一人でしょうか。在宅ワークをしてみたいなって思ってる方も、もうすでにしている方もですね、ぜひこのメリット、デメリットについては、しっかりね、聞いていただきたいなと思います。私自身もね、フリーランスで約10年ぐらいね、仕事をしてきたんですけれども、在宅ワークをずっとしてきました。そして在宅といえどですね、世界中旅をしながらワークをしたりとか、在宅といえど、もう在宅の家自体が海辺の家だったりとか、そんなこともありましたので、実際のところね、在宅ワークをこの10年ぐらいしてきてどうなのっていうところをね、お話ししたいなと思うんですよね。はい。在宅ワークのまずメリットについてお伝えしていきたいんですけども、メリットは、在宅ワークだから家にいながらでも仕事ができちゃうわけなので、お家でですね、出勤しなくていい。まず出勤しなくていいから、時間が長くなるってことが一つありますよね。通勤に1時間とかかけている人、大体1時間ぐらいかかっちゃうと思うんですけども、結局家を出てね、いろいろやってみたいな。それもまず削減されますよね。そしてですね、通勤でもし電車で通ってる人は、やっぱりストレスを抱えてる人がいっぱい乗ってますから、あのストレス空間で悪い波動とか、もう嫌だな、仕事行きたくないなっていう人の波動をたくさん感じてるだけで疲れますよね。そういうのがないので、やっぱり在宅で仕事をしているっていうのはすごくね、ストレス軽減になっていきますよね。それがまた一つあります。それから、あとね、お化粧しなくていいっていうのも一つありますね。女の子はね。家でやればいいので、誰かに直接なんか会ったりするわけでもないから、別にお化粧しなくてもいいし、なんならですよ。なんならパジャマのままだってできちゃうわけですよね。誰にも見られないからね。なんで、朝起きて、仕事だと思ってベッドでパソコン開いてパジャマのまま、ふーんってやったりとかも可能なわけです。そんなこともできちゃいます。それがもうメリットといえばメリットでありますよね。はい。なので、自然体のまま家でできてしまうっていうのは、かなりね、時間も短縮されるし、ストレスも短縮されるしね、化粧する時間とか着替える時間とかも短縮されちゃうって言えば、そういう感じになっていきますよね。はい。それから、おうちカフェとかね、大好きな方とか、自分のお家を素敵にするのが好きな方なんかは、まさに一番大好きな楽園で仕事ができるので、好きなものに囲まれて仕事がすることができます。で仕事ってやっぱりね、人生の中でかなりの時間を私たち使いますので、アイディアだったりとか、気持ちよく働けるとか、好きなものが、小物が周りにあるって大事になってきますよね。そういう意味では、自宅で自分の好きなようにアレンジできるし、自分の好きなようなね、インテリアを作っていれば、その中で空間で、できるので、とってもね、幸せな気分で仕事をすることができる、そんなメリットがあるんじゃないかなと思います。はい。ではですね、在宅ワークのデメリットについて今度はお伝えしていきたいなと思います。デメリットは、まずですね、さっき言ったパジャマでも仕事ができてしまうというのは、ある意味メリットでもあるんだけど、デメリットでもあります。それはですね、やっぱ、ダラダラしてしまうってことなんですよね。パソコンを朝起きてベッドで開いて、ふーんってやってるうちに寝てしまったとかよくあるんですけど、とか、ソファーでね、仕事をしていたけど、ちょっと疲れたからお昼ね、みたいな感じで寝てしまったりとかそういうこともあります。そういうふうに、メリハリがつきにくいっていうのが一つあるんですよね。それから、家っていろんなものがありますから、キッチンもあれば、マッサージ機もあったりとか、いろんなものがありますよね。ベッドだってあるし、目に見える範囲で一人暮らしの人なんかベッド見えちゃうわけですよね。そうすると、ちょっとお昼ねとかって寝てしまいますよね。そうすると、会社にいる時のような緊張感っていうのが持てないんですよね。どんなに自分でよしやろうとか思っても、やっぱりいろんな誘惑があります。で、お菓子があったりとか、じゃあもうご飯作ろうでご飯作ったりとかってしてるうちにですね、時間がどんどん過ぎてしまうっていう、なんかこう逆に時間短縮しているはずが、時間が流れていっちゃうみたいな感じに、ね、なってくるんですよ。で、つまり、メリハリがつきにくいんですよね。はい。メリハリがなくなってしまう。で、そうするとですね、仕事が終わった、じゃあゆっくりしようっていう時間なのに、さっきまで仕事してた時間と、ゆっくりしようって時間がね、あんまり変わらなくなっていくんですよね。なんかこう、ずっと仕事している感じにもなるし、ずっと休んでいる感じにもなる。みたいな変なメリハリのつきにくさが出てきます。なので、私はですね、それ、経験した後にですね、最初のフリーランスの、最初の頃はそうやってダラダラしたりとか、自由にやってたんですけども、結構ですね、数年した後は、外に働きに出ることにしました。で外にと言ってもですね、オフィスに通ったりっていうことではなくって、雇われるのではなくって、コアワーキングスペースっていうのがね、今、世界中にたくさんあります。コアワーキングスペースは、いろんなフリーランスとか起業家さんが、その空間をシェアしてね、その場所で自分のオフィスのように使うっていう空間があるんですね。それもドロップインって言って、
その日だけ作業するために入る1000円とか1500円とかでね、提供してるところも多いんですけれども、そんな感じでドロップインで1日だけその場所で仕事をして、で、コーヒー飲み放題とかなんで、飲み放題のコーヒーを飲みながら、仕事をするなんてこともよくやっていますし、それから海辺のカフェとかね、そういうとこも大好きなので、海を見ながら海辺のカフェで仕事をするとかもよくやったりします。そんな感じでですね、自分の居心地のいい空間を見つけて、しかも毎日同じ場所に通うっていうよりも、いろんなところを転々とする。で、転々とすることで、今日は海辺のカフェ、今日はコアワーキングスペース、今日はちょっとアーティスティックなカフェ、今日はちょっと森の中にあるカフェみたいな感じでですね、いろんな場所を転々とすることで、なんかワクワクもするけども、その空間でやるって決めてるから集中できるみたいなことが私の中では起こってきました。なので、今日はですね、在宅ワークのメリット、デメリットをお伝えしているんですけども、結局のところ私が行き着いた答えは、好きなところで仕事するのが一番いいのかなっていうところなんですよね。なんで、家でやるべきことはやったらいいし、家にしかないその安心感とか、家にしかない備品とかですね、こういう撮影の器具なんかもわざわざ持っていくの大変だから、家にね、スタジオっぽい空間を作ってやるっていうのはね、いいと思うありなんだけど、いろんな空間をね、使って、その時の気分によって場所を変えて、今日はここで働こうとか、今日はここで仕事しようみたいな感じでやっていくのが一番自由なのかなというのが私の答えです。はい。ということで、今日は在宅ワークのメリットとデメリットについてお伝えしました。ぜひ参考にしてください。またね。バイバーイ。動画をご覧いただきありがとうございます。あなたにとって今必要な動画を目指してお送りしてまいります。本当にやりたかったことを見つけて、あなたがもっともっと自由に生きられるように、そしてあなたが生まれてきた理由に気づいて、これからの人生を毎日感動に満たせるような、そんな動画配信を目指しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。この下のボタンからお待ちしています。